Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。前回の動画では、くるくるという言葉を勉強しました。くるくるは、例えば、髪の毛がくるくるという表現を勉強したと思います。そして、手巻き寿司をくるくる巻いて食べてねという表現も勉強しました。小さいものはくるくる巻いてでしたが、大きいものはぐるぐる巻いてでしたよね。例えばヨガマットをぐるぐる巻いてしまってねと、そういう表現を確か前の動画で勉強しました。今日はスーパーとかでよく使うオノマトペを勉強したいと思います。ではどうぞ。サク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 。もう早くサクサク仕事して。動画を見た後はこの意味がわかるようになります。まず最初にサクサクの基本の意味を勉強して、そして最後にその意味、さっき言った意味を説明したいと思います。サクサクは食べた時に軽くて、そして気持ちよく歯で切れる時の音です。ここでのポイントは食べ物の中に空気があることです。サクサクしたクッキーはクッキーの中に空気があるので、食べた時に簡単にバラバラになります。バラバラの意味は覚えてるかな？小さなピースになります。ですので、噛んだ時にバラバラになる。そして噛んだ時に、高いちょっとサクッサクッというような音が聞こえる、感じがする、そんなようなものをサクサクしたクッキーとかサクサクしたお菓子という風に言います。この前スーパーに行ってサクサクしているものを買ってきました。サクサクしているもの、よいしょ、あとこれかな。この2つです。こっちにはもうサクサク香ばしい。香ばしいはなんか食べた時にその香りがふわっと広がる、そういう意味です。ですのでサクサクして食べて、そうすると口の中でなんかその香りが、匂いがわーって広がる、いい言葉です。こっちのビスケットもここかな。このビスケットもサクッと美味しく、焼き上げました。ここにはサクッとしか書いてないんですけど、これは多分サクサクよりもサクッと言った方がもっと音が綺麗だからだと思います。サク一つだけだとサクの後にちっちゃい「つ」がつくんですよ。小さい「つ」が。そうするともっとなんかいい音、そしてサクッという感じがします。とにかくサクの方がいい音のイメージがあるということです。じゃあちょっと見せたいと思います。これ開けて、こういう感じのビスケットです。聞こえるかな？この音がサクサクの感じです。小さい粉がすぐ下に落ちます。これはやっぱり空気が中に入っているので、噛んだ時になんか他の場所もすぐ下にポロポロっとごめん、下に落ちます。ポロポロもちょっとオノマトペ、後で紹介します。ちょっと高い音でサクサクという風に聞こえます。でもなんかわかりますよね。こういう風にこういう感じの音がするもの、それはサクサクなので、そんなに深く考えず、このイメージなんだなということを思って使ってみてください。じゃこっちも開けよう。これちょっと多くない？こんなに食べらんないよ。なんか食べたら舌が汚れちゃいそうだな。どうしよう。なんか中にいっぱい空気が入っているから、もう絶対食べた時に下に落ちるし、サクっていう音が聞こえるな。いくよ。すごいサクサクしてる。サクサク香ばしいからね、こぼれないようにちゃんと手でそれを受け取って、ですので、サクサククッキーと聞くと僕たちの頭の中にはさっきのイメージ、そして食べた時に
クッキーと空気、ちょっと似てますね。クッキーと空気が口の中でちょうどよく混ざる、そんな感じのイメージがあります。ですので皆さんも何かサクサクのものを見つけたら、すごくサクサクして美味しい、もしくはすごくサクッとして美味しいと言ってみてください。ではちょっと練習をしましょう。僕がそのクッキーどうという風に聞くので、皆さんはさっきのサクサクのイメージをしながら、このクッキーとてもサクサクしていると言ってください。いいですか？いきます。そのクッキーどう？せーの。このクッキーとてもサクサクしている。いいですね。なんかサクサクのクッキーって聞くと、なんかバターをたくさん使って、そしてしっかり高い温度で焼いたクッキー、そういうクッキーは結構サクサクになりやすいですよね。ちょっと間違いやすいポイントは、前にパリパリという勉強をしたと思います。例えばポテトチップスを食べた時に、割れる時にすごく高い音でパリッという音が聞こえましたよね。あれはパリパリです。でも例えばこういうやつは中に空気が入っていて、そしてちょっと熱いですよね。こういう風に熱いので食べた時にサクッと聞こえます。でもやっぱりこれ薄いから食べた時にすごくパリパリして美味しいという人もいると思います。でもこの表面がパリパリしているというのはとてもいいと思います。表面っていうのは薄いですよね。中じゃなくて表面。これを噛んだ時に表面はパリッとして、それを食べると中はサクサクというのはとてもいい表現です。これは。でもここから面白い話です。実はこのサクサクは人にも使うことができます。例えば、あの人はいつもサクサク仕事をしているという言い方ができます。これはどういうイメージかわかりますか？もちろんサクサクのクッキーをいつも食べながら仕事をしている人ではありませんよ。サクサク仕事をするの意味は、もらった仕事をちゃんと早く終わらせることです。そしてまた次の仕事をもらって、それも早く終わらせて、そしてまた次の仕事をもらって、そういう風にどんどん仕事をもらって、そしてそれを早く終わらせることです。これは実は僕なんでこんなサクサク仕事をするという言葉があるかわからないんですけど、多分ですけどサクサクのイメージは食べた時に気持ちよくどんどん食べる感じなので、仕事も気持ちよくちゃんとどんどんはい終わり、はい終わり、はい終わりみたいな感じで、このサクサクサクの感じがなんかはいはいはいっていう感じと似てるのかもしれませんね。やっぱりサクサクはなんかお餅みたいに伸びたりしないで、食べた時にすぐサクッと分かれるので、そういう綺麗に分かれるイメージから、ちゃんと仕事をもらったらすぐはい終わり、はい終わりみたいなイメージもあると思います。よく会社で仕事をするのが遅い人がいると、社長はその人にもっとサクサク仕事してという風に言います。ですのでこれを使って練習しましょう。僕は仕事が遅い人です。皆さんは社長です。ですので僕がせーのと言ったら、もっとサクサク仕事してという風に言ってください。いきます。カチャ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 ポンポン。せーの。もっとサクサク仕事して。いいですね。僕も将来サクサク仕事して早く家に帰れるような生活がしたいな。皆さんはどうですか？今日勉強したことは、クッキーがサクサクしている、もっとサクサク仕事してでした。ではサクサクを使ったリスニングをします。サクサクのイメージが分かれば OK です。僕たち日本人もバレンタインデーがあります。その日には女の子が好きな人にチョコレートを作ってあげたりします。このチョコレートを
本命チョコというふうに言います。そして実は女の子は、好きじゃない男の子、好きじゃないというか普通の男の子にもチョコレートをあげます。これは、友達だからあげるチョコ、そしてそれを義理チョコというふうに言います。でも最近女の子はクッキーも作ります。僕も前付き合っていた彼女がバレンタインデーの時にクッキーをくれました。今まで他の人が作ったクッキーを食べたことありますけど、あまりサクサクしていないんですよね。僕はサクサクしているクッキーとても好きなので、その子がくれたクッキーを食べた時とても驚きました。すごいサクサクしていてとても美味しかったです。ですので僕はその日にほとんど全部食べてしまいました。サクサクしたクッキーをサクサク食べました。そして僕もそのサクサクしたクッキーを作りたいなと思ったので、その人にどうやって作るかを聞いて僕も作ってみました。でもやっぱり難しくて、レシピとかも見たんですけど全然サクサク作れませんでした。たくさん時間がかかりました。そしてクッキーもサクサクしていませんでした。サクサクのクッキーってどうやって作るんですか？知ってる人いたら教えてください。やっぱ空気が大切だと思うので、混ぜる時にいい方法があるのかな。わかる人は教えてください。お願いします。If you understand all meanings of saku-saku, give it a like and subscribe to my channel. If you can share my videos with your friends or on SNS, tell me in the comments too. ありがとうございます。そしたら僕の愛を皆さんにあげます。皆さんありがとうございました。今月に入ってから日本ではビニール袋が有料になりました。ヨーロッパではそれが普通なんですけど、日本はまだまだプラスチックをたくさん使っています。ですのでとても僕は嬉しかったです。で僕もエコバッグを実は持っていて、これは車の会社日産がくれたんですけど、これ面白くないですか？感謝、ありがとう。これなんでもらったんだろう。僕のお父さんがもらったんですけど、ここにはすごい世界のありがとうの言葉が全部書いてあります。全部かな？全部じゃないかな。見えるかな？ありがとうとか、あとは皆さんの国の言葉もありますか？僕が知ってるのは Merci、Dziękuję、あと Thank you、Grazie、あとシェシェ、Danke、Salamat、Danke、Gracias、あとは Dankjewel、これは多分オランダ語かな。Dankjewel、アイタ、ナンドリ、これはちょっとわかんないな。ヒンディかな。皆さんの国のありがとうがあったら、あったよってコメントに書いてください。よろしくお願いします。感謝、ありがとう。